ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPhone 12の新しいワイヤレス充電器、マグセーフ届きましたので、開封レビューと iPhone 11ではあるんですけども、1週間使ってみたこの正直な感想ですね。いいところと、ちょっといまいちなところも見えたので、3点ずつぐらい、注意点とかね、含めて正直にですね、レビューしていきたいと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報の、わかりやすい解説だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシーを高めていければと思っておりますので、チャンネル登録していただいてですね、最新情報をどんどん受け取っていただければと思います。マグセーフとは、何かっていうところなんですが、マグセーフは磁石でつけることによって充電できる、ワイヤレス充電器のことですね。iPhone 12の方からですね、マグネットですね、磁石が本体に内蔵されて、磁石でくっつけることによって、最大でその 15W ですね、出力で安定したね、そのワイヤレス充電が可能になったと。例えば現在ね、ワイヤレス充電とかであれば iPhone をちゃんと中央にね、充電器の上に置かないと、充電できなかったりとか、気づかぬうちにね、位置がなんかずれてて、充電できてないみたいなことがあったんですけども、それが磁石によってくっつけることで解決されるっていうものです。11まで最大 7.5W までの対応だったので、使い勝手とか充電スピードが上がってるっていうところですね。Qi 充電というね、ワイヤレス充電の規格に対応してますので、これに対応であれば iPhone 8以降の機種とかですね、もちろん Android とかでも使えたりします。ケースとかもね、磁石でくっつけたりとか、レザーケースとか、売られてたりするんですが、そういったいろんな使い方ができるので、純正のものはもちろんですね、サードパーティー製ですね。これから、他の会社がアクセサリーをね、どんどん出してくれるので、そういったものも、注目して見ていきたいと思ってます。個人的にはその iPhone と Apple Watch をね、一緒にできるデュアル充電パッド、これ純正のものがね、あるんですけども、これね、結構折りたたんでそのミニマルに、ね、運べたりできそうなので、非常にいいかなと思ってます。一応これ発売もね、とか、書かれてないんですけど、おそらく12ミニとか、Pro Max と一緒に今出るんじゃないか。11月7日ですね。発売されそうかなっていうところですね。こちらもね、ちょっと購入したいかなと思ってます。開封してみたので、こちらご覧ください。マグセーフチャージャーです。小型ですね。かなり僕の手のひらサイズぐらい。裏側には接続自体は USB-C ケーブルで 20W ですね。チャージャー、充電器は付いてないので、別途ね、購入する必要がございます。でも OS も新しくしないといけないみたいですね。Amazon でね、買いました。Apple Store の方ではね、もう在庫はなかったので、開けてみますね。かなりシンプル。けど、やっぱこのおなじみですね。デザインバイアップインカリフォルニアが。で、あとは説明書かな。ご会長 USB Type-C これ1メートルだったかな。これがマグセーフ。ちっちゃいな。ピカリ輝く。わかりますかこの質感。ケーブル長さこのぐらいで割とありますね。接続部分かな。ただここへね、外したりはできないですね。USB-C。Apple Watch の充電器との比較なんですけども、マグセーフはアルミで、Apple Watch 樹脂っぽい。なんでアルミニウムですね。これ iPhone SE なんですけども、かなりこの素材に近い感じですね。銀色ですね。Apple Watch のチャージャーはやっぱ白色ですね。やっぱ磁石入ってるんでくっつくっていうね。大きさ的には4倍ぐらいかな。やっぱアルミなんでこれね、ガンガンすぐ傷つきそうな感じする。これ怖いかな。反対側もね、アルミでね、縁取られてて、中は、ここがね、本体に当たるから、ね、柔らかい素材。こっちは樹脂っぽくなってますね。やっぱりちょっと汚れはね、つきやすいですね。じゃあ充電してみようかな。置くとね、こんな感じですね。サイズ感的に AirPods に近いね。これ置いたらちょうどいいぐらい。AirPods 用としてもいいかもしれないですね。iPhone、これ11ですね。12まだ買ってないので、いざ、充電。ほい。されたね。楽っちゃ楽かな。磁力はちゃんとくっついてはいますね。ただ、すぐ取れちゃう。そんな強くはないですね。真ん中しかくっつかないんですけど、軽くはね、今ついてるけど、すぐね、取れます。できなくはないですね。こういう感じでゲームとか、操作もいけなくはないか。思ったのは、でもいけなくはないですね。ちょっと 7.5W でね、充電にはなっちゃうんですけども、ライトニング挿す感じだと、こういう感じですもんね。ちょっとやっぱね、楽っちゃ楽かな。これを、本当置いた状態でフェイス ID はどうかな。でも意外といけますね。置くだけなんで。Apple Watch は C 対応じゃないのでできません。これは充電されませんのでご注意ですね。正直ソロループとか置きづらいんで、Apple Watch はこんな感じで充電できたらいいんだけどな。開封レビューでしたが、久々にやったね、こういうの。重さとかも 53g と、薄さも結構5mm とか、で、大きさも大体多分5センチぐらいなので、ここにあるんですけども、かなりね、コンパクトでね、ミニマルな、こういう感じのデザインがいいかなと思いました。1週間ね、じゃあ使ってみた感想なんですけども、もちろん、iPhone 11でのことになるんですが、充電スピードに関しては、7.5W ということですが、意外とね、思ったよりは早いかなっていう感じ。発熱とかもそんなになかったので、熱くなってちょっと人肌ぐらいかなっていう、30度前後ぐらいだと思います。ただやっぱりちょっと充電量が、80% 以上とかなってくると、そんな出力がね、強くないので、ちょっとね、遅くなるかなっていう感じはあるんですけど、全然実用できる範囲内ではあります。11とかで。
まず使ってみて良かった点ですね。一つ目がですね、ワイヤレス充電ってやっぱりね、楽だよねっていうところ。置くだけでその充電できるっていうのは、やっぱ毎日ね、充電でやっぱやるものじゃないですか。これはかなり楽かな。例えばそのライトニング端子ね、挿すの、地味にね、やっぱ面倒ですよね。特にやっぱその寝る前とかに、枕元ね、僕も充電したりとかするんですけども、その枕元の暗い状況で挿すのって、画面見ながらでね、寝るのを阻害したりとか、ライトニング挿すのってね、非常にやっぱ面倒だったりするので、置くだけでね、それがやっぱできる、充電できるっていうのは、やっぱ楽かなっていうところ。従来のやっぱワイヤレス充電と違うのが、やっぱ位置をこうね、探す必要がないので、シンプルに直感的にこう置いて充電できるっていうのはめっちゃいいかなと思います。12とかであれば、もちろん充電しながらもね、あと使えたり、磁力でひっついてるんで使えたりするので、そこはね、結構いいかな。なんでそのライトニング端子の方も空いてたりするので、僕はこういった使い方しないんですけども、イヤホンをね、ライトニング挿して、聞きながらやるとか、そういうこともできたりします。で、いい点2つ目がですね、他の端末ですよね。iPhone 以外、Apple製品以外とね、やっぱ互換性があるっていうところ。その地域規格っていうものに対応しているので、iPhone 8以降のね、端末っていうのはもちろんですね、Android 端末とか、ワイヤレス充電、地域規格に対応していれば使えたりしますと。Pixel 5とかですね、Galaxy とか、基本的に使えますね。個人的にね、結構いいなと思ったのは、AirPods Pro ですね。大きさ的にもね、めちゃめちゃちょうどいい。AirPods Pro のね、充電にサイズ感がね、めちゃめちゃぴったしなんですよね。やっぱ Bluetooth イヤホンって毎日ね、僕も結構使ったりするんで、毎日のね、充電が必要なので、AirPods Pro とかも挿すのって結構面倒なので、これね、めちゃめちゃ重宝してますね。全充電ね、できるワイヤレスイヤホンが、基本的にはおすすめです。AirPods とかね、BOSE とか、バング&オルセンとかですかね。基本的にやっぱ高めのイヤホンっていうのは、こう対応してたりするんですけれども、最近でもやっぱ Amazon とかで見ても安いやつとかでもね、4、5000のやつとかでも対応してるやつとかあるんですよね。ちょっとびっくりしたんですけど、一応なんかいくつかね、良さそうな、概要欄貼っておきますが、ワイヤレスイヤホンはやっぱりワイヤレス充電できるケースのものが、おすすめです。ちなみに、MacBook Pro の方でもですね、Type-C なので挿してやってみたらやっぱできましたね、これ。意外とこういう使い方いいかもしれないですね。3つ目がですね、Apple 製品とマッチする、このやっぱシンプルなデザイン。これはやっぱりマグセーフのね、ある意味、Apple 製品なんで、その統一感みたいな、Apple 製品とやっぱそのデザインをやっぱ合わせたいみたいなところ、方はですね、めちゃめちゃいいんじゃないかと思います。4500円、税別ですけど、そこを出してね、そのぐらい出していいよ。新しいものの好きの方とかですね、めちゃめちゃいいんじゃないかと思います。気になった点というか、いまいちな点一つ目ですね。ケーブルがやっぱね、邪魔というか、美しくないっていうところですね。結局ワイヤレス充電とは、言ってるんですけども、このケーブルがね、こう伸びているのが、ちょっとね、快適界ではないなっていう感じは正直ね、ちょっとしました。イメージ的にはそのやっぱライトニング、やっぱ挿す従来の充電とワイヤレス充電の、その間ぐらいのね、イメージかなっていうところですよね。iPhone 12以外ではできないんですけども、この充電しながら使うっていうのもね、一応メリットをつけた状態で、こう、使えるっていうのも、メリットではあると思います。いまいちね、二つ目はですね、やっぱ12以外は磁石ですね。やっぱ磁力が弱い。特に、ケースの上からとか。今回調べは基本的に iPhone 11でレビューになるんですが、やっぱ11だとね、ちょっとやっぱ磁力弱いなっていう感じですね。背面につけたまま、例えばその充電しながらこう、ひっつけて使うみたいなのは、やっぱりね、基本的にはやっぱできないと思った方がいいですね。若干その本体同士だと、若干の磁力はあるんですけども、すぐやっぱ取れちゃう、ぐらいのレベルです。特にやっぱケースをつけた状態だと、もう基本的にもうほぼくっつかないので、純正の透明ケースとかでも全然ダメだったので、こう傾けるとね、もうちょっと落ちていっちゃうみたいな、感じだったので、12以外であるとなかなかここは生きないので、マグセーフ買う理由がちょっとなくなっちゃうかなっていうところはあります。気になった点ね、3つ目はですね、やっぱ傷つきやすいとか結構汚れやすいっていうところですね。これちょっと懸念してたところではあるんですけども、結構後ろ側の例えばアルミ素材になってると思うんですけど、細かいとかね、やっぱ小さい傷がこうね、こう動かしたりするじゃないですか。動かしたりすると結構ね、これつきやすいですね、割と。この内側のですね、磁石というか、このシリコン素材みたいなね、ところもあるんですけど、これも結構汚れがつきやすいですね。こう払えば取れるっちゃ取れるんですけど、ここは結構注意が必要かなっていうところですね。皆さんはですね、マグセーフ充電器使いたいですか使いたくないですかちょっと買いたいとか買いたくないとか、ぜひ感じたこととかね、コメントいただければと思います。マグセーフワイヤレス充電器、買うべきかどうかっていうところなんですけども、iPhone 12とかであればやっぱり磁石でね、つくっていうね、その機能が十分に活かせるので、それ全然買う価値あるのかなって思いましたね。またその、15W でね、ワイヤレス充電できるっていうのは、マグセーフだけの強みではあるので、ただこれがでもベストかって言われると、まだなんか違うのかなっていう感じはしてます。でやっぱその iPhone 12以外っていうところで言うと、磁石っていうものがちょっと生きてこないので、基本的にその普通のワイヤレス充電器と変わらないんですよね。小さい分充電できる位置を探しやすいみたいなところあるんですが、もう5000するんだったら正直コスパぶっちゃけ悪いかなっていう気はします。例えばアンカーの縦置き型のやつとかで、置いておけばね、充電しながら使えなくもないんで、ちょっと僕12ミニ購入する予定なんで、買ってみてですね、マグセーフの良さとかはさらにね、いいとこ悪いとこ12で使ってみて、お伝えできればと思っております。こちらの動画少しでもですね、役に立ったなと思った方はですね、チャンネル登録、グッドボタンとかですね、コメントも気軽にお待ちしております。コメントも全部見させていただいております。ありがとうございます。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。